ケールが欲しい。イケールってね、あんまり聞きなじみない方も多いと思うんですけど、こういったフライス加工とかマシニング加工であったら非常に便利なジグの一種です。僕も会社員時代に担当のマシニングがあったんですけど、そのマシニングの形とか溝に合ったイケールを設計して作ったことがあります。こういったね、バイスでここを挟んで加工できなくはないですけど、バイスで掴む分高さもね制限無駄にしちゃいますし、ここしか掴んでないから結構暴れたりとか危ない加工なんですよ。で一応書くものはいけたとしても、こういったバイスで挟めないような形状のここを加工したいとかなってくると、そもそもバイスだと無理だよねとか、難しいよねってことになってきて、じゃあもうこの子に合ったイケールを作ってやろうじゃないかと。ただ僕が作るのではなくて、とあるサービスを使用してオリジナルのイケールを作りたいと思います。はい、こちらが僕が所有しているフライス版の XY テーブルです。この上にイケールがドンと乗ってきます。これがイケールですね。で、イケールは本来溶接とかですね、鋳物で作ることが多くて、今テーブルに乗っているここの面とここの面を溶接後とか鋳物吹いた後に面削して直角度をバチバチに出すっていうものなんですけど、ちょっと設備的に難しいので今回はプレート3枚によるボルト組み立てを採用しました。で、使い方としてはここに長穴があると思うんですけど、これを使用してテーブルに固定する。で、固定したらこちらの面を使ってワークを固定して加工をするというものになります。で、一応こだわりとしてはですね、いくつかありまして、まずいろんな形状だったりに対応したかったので、このイケール自身をどちらの面も使えるようにしています。90度倒れた時でも固定できるようにしていたりとかですね、そもそものこのイケールの旋回もできるようにしています。考えて長穴とか位置を設計しているので、どんな向きでもある程度は固定できるように設計しています。で、あとはやはりボルト組み立てだけだとですね、強度とか精度的に心配だったので、位置決めピンを中に入れてですね、イケールそのものの精度をよく組み立てれるように設計しています。あと結構かなりね、肉厚に作ってるんで、この板厚が25とかあるんで、かなりヘビーに加工してもビビったりしないような合成感のあるイケールになっております。で、これを作るんですけど、僕は作りません。というかもう作りたくないんですよね。横穴とかもめちゃくちゃ開いてるんで、イケールを作るためのイケールが欲しいみたいなことになってくるんですよ。この辺とか。これ位置決めピンなんで精度よく開けないといけないですから、傾いたらダメなんで。ということで、じゃあ誰が作るのか。白道ネットサービス。はい、こちら白道ネットサービスのトップページとなります。製造業に携わっている方、特に機械加工とかされている方なら一度は利用したことがあるんじゃないかなと思います。僕自身も64チタンの材料がちょっと欲しくなった時があって、他の会社さんでは取り扱いがなかったんですけど、白道さんでは普通にあったりとか、あとですね、個人の利用も実はできて、一般の方とか学生さん、主婦の方とかで、たまにね、インコネルの丸棒が欲しいんだよなっていう時がね、あると思うんですけど、そういった時にも使っていただけるというサービスとなっております。で、サービスとしては材料素材というところでは材料を選択して見積もり注文すれば材料のみを購入することができますし、製品福祉材というところではエンドミルとかネジとか製造業で使う備品なんかを購入することができます。で、今回使用するのがマシニング加工とウォータージェット加工、レーザー加工で、使用しないんですけどサービスとして 3D プリンター造形なんかもやられてます。主に金属の 3D プリンター造形で、中に流路が欲しいとか軽量化のために空洞にしたいみたいな時は 3D プリンター造形を使用するのがいいかなと思います。ちなみにインコネルもあります。で、加工サービスは2つの方法で注文することができます。1つはデータで見積もり注文。その名の通り 3D モデルを用意できる環境であればステップファイルとかアップロードすれば自動で見積もりして注文することができると。ただマシニング加工に関してはまだカミングスーンとなってまして、今後対応されるということらしいです。ウォータージェット加工とレーザー加工に関してはすでにデータで見積もりに対応しているので、アップロードすれば自動で見積もりして注文することができます。で、もう一つが書いて見積もり注文というやつで、ウェブ上でですね、図面を設計して書いてあげれば見積もりして注文することができると。
こちらはマシニング加工とウォータージェット加工とレーザー加工に対応しています。これ何がいいかって、CAD がないとか設計ができない人でも簡単に Web だけで完結できる注文サービスとなってまして、これ非常にありがたい機能かなと思います。で、今回制作した EKL は長穴とかタップとかリーマのあるマシニング加工された部品が必要なので、こちらの書いて見積もり注文を使用して実際に図面を制作して注文してみたいと思います。まず最初に商品名、素材ですね、タブから選ぶこともできますし、選択というところを押すと素材ごとに絞り込むことができます。普通鋼、特殊鋼の板の S50C を今回は選択します。で、加工はどうやって切るかっていうところなんですけど、今回精度がかなり必要ということで、スーパー6面フライス GP という 6F を指定します。で、あとは寸法、板厚が20で165で240。一応EKLの斜めカットされた板ですね。で、数量は1つ。で、素材だけであればここで終わりなんですけど、今回はマシニング加工をしてもらいたいので、ここの描画というところを選択します。すると別のウィンドウが立ち上がるので加工設定をしていきます。穴形状、切り欠き、溝加工、段加工。今回は穴形状を選んで、どの面に穴を開けたいか。ただのプレートとかだと表裏だけなんですけど、横穴を今回開けたいので A の面を選びます。で、どんな穴にしたいか。ただの切り穴なのか、ネジ穴なのか、精度穴なのか、ポケットなのか。それぞれに貫通止まりあるので適したものを選んでください。ネジ穴の止まりを選んで、うちのサイズですね。最小で M3 から最大で M20 まであります。今回 M12 の 1.75。すべて波目ですね。はい。で、深さが20。で、加工位置を設定。で、一つずつね、作っていってもいいんですけど、僕はめんどくさいんで、一旦仮置きで、なんかちっちゃくなった。全部置いてきます。穴の数だけ。で、追加完了してから、穴の細かい数値を入れていく。こういうやり方がね、一番早いかなと思います。227とか、で、この穴を選んで、147とか。で、この穴を選んで、67みたいな感じで。で、あとはリーマ、精度穴が欲しいので、また穴形状を選んで、A の面選んで、止まりの精度穴。10の H7 で深さ15。これで OK ですね。サイズは2がある。2から12まであります。2ってなかなか大変だよな。はい。10を選んで加工位置を設定。これもさっきと同じようにざっくり入れてから後で修正していく。このやり方がね、本当におすすめです。選んでから、これはそのままですね。はい。で、次、左側、こちらにも穴を開けたいので、また穴形状を選んで、次 D の面を選びます。さっきと一緒ですね。ネジ穴を選んで、10にして加工位置をざっくり選んで、追加完了して、数値を入れていく。で、次は斜め切り。こんな感じで余分なところを切り落としたいので、斜め切りを行いたいんですが、ここにある切り欠きだと、こんな感じの L 字にしか切り欠きを入れることができません。斜めというのは対応できないんですね。で、どうするかというと、お問い合わせ対応というのを使っていただくと、実際にこのシミュレーション上ではできないやつでも対応いただける場合があるので、今回はそちらでお願いしてみようかなと思います。で、ここまでできたら一旦加工を確定して終了します。で、今さっき書いたものの修正が必要な場合はですね、ここの描画ボタンをもう一度押すと再度修正することができます。これはこの見積もりをするを行った後でも可能です。さらに今回はプレートを3枚使用してコレットスタンドを製作します。シンプルな構造なんですけど、穴も適切に開いているので使い勝手はいいツールワゴンにぴったり合うように設計しています。続いてコレットスタンドはレーザー加工のデータで見積もり注文、こちらを使っていきます。データをアップロードするだけなんですけど、注意点がありまして、段などの機械加工部が入っているデータは対応できない。これ当然ですね。レーザーで切るだけなので段付き加工などには対応できません。アップロードが終わるとワークサイズであったり実際の 3D モデルの画像なんかも表示してくれるので間違いは起きにくいかなと思います。あとはさっきと一緒で商品名、素材ですね。レーザーの場合は鉄が選択できないのでアルミかステンレス。で、今回はステンレスの 3042B という光沢のあるステンレスを選ぼうかなと思います。他にも消鈍剤とか 316L とかいろいろあるんで好きなやつを選んでください。
あとはロール名を指定することもできますし、ミルシートとか、あとビニールなんかの指定もすることができます。あとは数量ですね。今回2枚必要なので2と入れて見積もりをすると入れると、納期と価格が出ると。で、問題なければ注文すれば、OK。もうこれだけ。注文。はい、今注文したんで、イケールとフォレットスタンドがこの工房に到着するのを待ちません。今ですね、名古屋から2時間ほど車を走らせまして、三重県までやってきました。もう間もなく到着するんじゃないかなと思います。いや、すごく楽しみですね。白道さんの工場にやってまいりました。で、ここではいろんな材料管理から加工まで一貫してされてるそうなんで、白道の田中さんに詳しくお話伺いたいと思います。お願いします。お願いします。で、ここはこのまま出荷したりであったりとか、あそこに並んでる加工機の方で、いろんな図面通り加工しながら出荷してます。いろんな機械が結構バラバラであるんですね。そうですね。ちょっといろんな特性を加味しながら使い分けて加工してます。あれレーザーじゃないですか。そうですね。これ、豚骨さんが注文しはった。これがされた製品になりますんで、これ今から加工しますので。はい。早っ。これはファイバーレーザー。そうですね、ファイバーレーザーです。浜田さんのファイバーレーザー。はい。なぜこれを選んだとかありますか？速さと精度ですね。薄板が見ての通り非常に速いので、かなり高速に加工できる。本当に速いな。機械すごい綺麗ですね。入れたばっかりなんですか？これは去年の8月に導入したばっかりの、最新機種になります。まだ1年ぐらいしか経ってないですね。そうですね。最新機種なんですか？最新機種です。おお。ちょっと熱いかもしれないです。大丈夫ですね。大丈夫ですか？ぬるいぐらい。綺麗。バリとかないんですか？ファイバーレーザーのこの薄板であればほとんどバリは出ないです。これ確かステンですよね。はい。サス304。4の2ミリです。2ミリ。めっちゃ綺麗。裏張りもほぼないんですけど。で、下にグッと押すな、これ。なんか切り方特殊なんですか？この、なんか、なんですかこのまま切ってしまうと、下にドーンと落ちてしまうんで、こうやってあらかじめ切り込みを入れて、バネ性を持たしてるんですね。で、ここにひっつけてるような、そういう加工方法になります。これそういうもんなんですか？レーザーって。これそうですね。この機種はこれを加工ができる機種になります。おもろ。この微妙なところだけ切りかけ入れて、内張りしてるみたいな感じですね。そうですね。落ちないように。そうです。で、最後に切り離すみたいな。そうです。おもろ。マシニング加工のエリアに来たわけなんですけど、マザックさんの三軸マシニングセンター、三軸マシニングになります。これを使って僕が注文したイケールの加工をしてくださると。材料もね、ここに置いてあります。結構分厚い材料、25ミリだったかな。はい。でもセッティングされてもうセッティングされてしてるんで、加工はできますので。お願いします。はい、お願いします。はい、行きます。はい。BT40 ですかね。そうですね。はい、40番テーパーの加工機になります。いやー、地味にね、嫌ですよね、長穴加工とか。そうですね。今回厚みが分厚いので、結構時間はかかりますね。いやー、これやっていただけるのありがたいな。できたのがこれですね。まだ1工程目で、横穴もあるんですけど、すみません、こんなめんどくさい加工をお願いしてしまって。いえ、全然大丈夫です。これ三軸でやろうとしたら、立ててやらないといけないじゃないですか。そうですね。結構めんどくさいです。いや、でもこれ全然めんどくさい仕事でも何でも請け負えますんで。本当ですか？はい、大丈夫です。いやー、助かるわー、これ。結構大変ですよ、この分厚さで、鉄で、エンドミルでね、長穴やったり。ここはリーマはないけど、こっちからリーマ加工があって、タップ M14 でしたっけ？そうですね。はい。うわー、綺麗ですね、しかし。で、ちゃんと検査とかもされてると。そうです。今回は、ネジゲージとノギス検査になるんですけども、ものによって精度が高いものであれば、3次元測定器も揃えてますんで、はい。
今回コースターがいるところが、リーマーの穴ぐらいなんで、はい。あれですけど。これですか、ウォータージェット。これウォータージェットです。はい。おーいや、意外にウォータージェット見るの初めてなんですよ。はいはいはい。水だけじゃないんですよね、ウォータージェットって言うけど、一応研磨剤が含んであるんで。そうですね。水と一緒に砂ですね。ガーネットっていう、はい、砂を一緒に吹き出しながら、金属を削っていくっていう、そういう加工になります。いや、初めて見る。水だから材料に焼けも入らないし、そうですね火花とかも出ない。そうです。あとその歪みも少ないっていう特性があります。熱によるはい。歪みが少ない。そうですね。なるほど。薄い板だとね、熱入ったらすぐ曲がっちゃいますもんね。そうです。で、大体その厚い板まで、100ミリ以上まで切れたりするので、100ミリ切れるんですか100ミリ切れます、これ。水で水で切れます。はい、すごい。100ミリすごいですね、水の力。で、今からこのウォータージェットを使って僕が設計したイケールの斜めのパーツ、斜め切りをやっていただくと。はい。で、本来この斜め切りは白道さんのネットサービスだけだと対応できないんですけど、これ特別対応とかではなくて問い合わせ対応していただくと、こういった、普通ではできない加工も対応いただけるっていうことなんですね。はい。小さい火花が出てますよね、ちょっとだけ。そうですね、ちょっと摩擦の関係で火花が出たりはしますね。ただ水なので、冷やしながら切ってるんで。はいはいはい。はい、熱の影響は受けないという。そうですね。それ加工速度はマッハ2とかマッハ3ぐらいで加工してます。そんな早く出てるんですか？はい。水の勢いが？水の勢いがそれぐらいです。マッハ2とか3？マッハ3、そうです。高速。高速です。いや、こういう加工マシニングとかでやると結構大変で、大変ですね。ラフィング使って切ったりするんですけど、切り離したやつが引っかかってエンドミル落ちちゃったりとかするので、レーザーとかウォーターとかこういうので切れるのいいですよね。じゃあ取っていいですか？はい。もう置いてあるだけなんですね。そうですね。どうやって取るの？あ、これだ。おー、すげえ。こっちが端材ですね。端材ですね。はい。いや、もったいないね。なんか使えそうですよね、全然。すごい。やっぱちょっとザラザラしてる。わかりますかね？砂の粒で結構そうですねザラザラしてるんですかね。綺麗は綺麗なんですけど、ちょっと。私もすりながら、砂ですりながら切るので、ちょっとザラッとした面になります。なるほど。初めて見た。で、これが製品の方ですね。はい。おお、素晴らしい。完璧だ。板厚が20ミリですね。はい、で、こっちに穴とこっちにも穴が開いてて、こうか。面白い。金属が水で切れちゃいます。これもウォーターで切ったりする。そうです。これ、結構硬いですね。これジュラコンの樹脂になります。樹脂なんですか？はい。こんなんも切れちゃう。樹脂でも鉄でも何でも切れますね。はい。硬いものでも切れるんですか？硬いものでも大丈夫です。タングステン、モリブデンとか、そういう特殊鋼でも大丈夫です。焼き入れ鋼でも切れちゃう。はい、大丈夫です。万能っすね。すごい。じゃあなんでレーザーとか他の機械も持ってるんですか？レーザーは圧倒的に速度が速いっていうのが特徴で、ちょっと材質が選ぶところがあるんですけども、ウォーターの場合はあくまでいろいろ切れますので、白銅の場合樹脂も取り扱ってるっていう関係でウォーターを導入してます。それぞれ使い分けてやってるっていう。はい。なるほど。得意不得意があるってことですね。そうです。なるほど。はい。というわけで、白銅さんの工場、加工工場の一部を見せていただいたんですけど、でも何がすごいって、あれだけの材料在庫してるのがまずすごい。で、在庫してるからこそ、すぐに発送できるわけですよね。はい、加工して発送できる。そうです。これ最短どのくらいいけるんですか？最短、翌日から、よっぽど急ぎであれば、当日出荷も、ケースバイケースで対応してます。すごすぎません？それが一番、材料屋の売りにはしてます、ね。材料屋ならではですよね。そうですね。材料屋さんと加工をやってる会社さんってあんまりないと思うんで、そうですね。それがセットになって、はい、もう機械の横に材料が置いてあって、はい、もうパッパで加工がスタートできる。はい、で、梱包して、納品して、明後日ぐらい。明日、明後日に到着、地域によっては、
注文してはい。翌日出荷してそうです明後日には物が届くみたいなはい。ことですよね。はい。これはでかいですよ。自分の所有してる機械の設備も使わなくていいし、物もすぐ届くし、ネットで注文できて、すごい手間が少なくてストレスなくて調達できるのはかなりメリットあるんじゃないかなと思います。明後日、明日ぐらいですか？明日、明後日には届くと思います。はい。ちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。重い。白道さんから荷物が届きました。現場ではね、ちらっと見ましたけど、まだ中身は見てないです。トータル何キロ ?30 キロ。いい。めっちゃいい。ではとりあえず斜めのプレートにピンを入れていきます。今回圧入ピンじゃないんで普通にスーッと入ってきますね。でこの穴も H7 でしっかり仕上がってますね。ガタとか全然ないです。頼む。よし。おお、シュコって入りましたね。気持ちいい。でボルトで組み立てで立ててここ拭いてでこっち側にもピンを入れていきます。1、2、3、4。ここが一番鬼門ですよね。ここ同じ面に4箇所ピンがあるんですけど、それぞれのプレートが別のパーツなので、ここの面からの穴位置が交差が外れているとうまく組み付けないということになるんで、僕の設計が間違っていなければいけるはず。こうかな。お、完璧。完璧です。いや、完璧。すごい。重い。めっちゃ重い。めっちゃ重いけど、やった、完璧。いや、めっちゃ心配だったんですよ。本当に寸法ね、精度穴ずれてたら絶対組めないんで、どうなるかと思ったけど、完璧や。うわ、これ気持ちいい。てか、めっちゃありがたいですね、これ作ってもらえるのは。一応ね、フライスでも多少加工できるとは思いますけど、でもストローク的にきついかな。結構トンボとかしないとこの面積穴開けれないから、いやこれやってもらえるのめっちゃありがたいな。会社員時代でも結構時間かかるんですよ。こんだけ穴開けて、本業のやつだともっとでかかったりするんです。これの二回りぐらいでかかったりするんで、穴開けるだけで何時間とかかかったりするんで、うわー助かる。いやちょっと後でね増し締めして、やりましょう。でまだ実はありますからね。みんな忘れてるかな。まだありますよ。ちょっとそれ持ってきます。これとスタンドですよ。こちらも到着してます。いやーやっぱ綺麗ですね。断面がファイバーレーザーめっちゃ綺麗ですよね。綺麗で速くて、ステンレスの板厚2ミリだったかな。すごく綺麗。ちょっと反射で見えないかもしれない。これが一番上か真ん中のプレートで、全く同じもの、これがあります。2枚ですね。で3枚目が底板っていう感じで、一番コレットが突き当たるところ、この3枚構成で、カラーとか用意してボルトで組み立てていくって感じなんですけど、カラーをねちょっと作らないといけないんで、ちょっと旋盤でやります。旋盤でこういった薄肉パイプを切断する時の注意点なんですけど、普通に突っ切りパイトを使ってしまうとこのようにぐちゃぐちゃに潰れて原型がなくなってしまいます。これ割とよくある失敗で、なんでかっていうと薄肉なんで中に肉がないから水詰めチャックで強くつかめないんですね。強く掴んでしまうと潰れちゃうんで。かといって軽く掴むと切削力に耐えきれなくて
抜け出てきたりとか、こんな感じでもうぐっちゃぐちゃになってしまうと。でそこで登場するのがこういった、昔作った第2スピンドルと呼ばれるもので、こっち側が、回転する主軸がついていると。ここにですね、セットで数百円ぐらいかな、こういったダイヤモンドディスクを取り付けて切断すると、軽締めでも切削力が全然かからないので、きれいに切断することができます。よし、完成です。めっちゃいい、かっこいい。よっしゃ、並べよう。おお、ちょうどいいクリアランス。25、32で、モールステーパー1番、2番、3番、あとこれがドリルチャックのやつ。1個隣に置いてもいいかな。で、長いやつ、長すぎたやつで、一応これね、テーパー掃除するやつ、これの穴もここかな、 ER11 のこれと、ここはエンドミルとかも一応立てたりするかなと思って、かなり余裕を見て作ってます。タッチプローブ、これもこの辺とかに置いて、まだあります。ここに大きなポケットが2箇所開いてると思うんですけど、ここには 3D プリンターで作った入れ子を入れれるようになってまして、こんな感じで、はい、ぴったり。でこっちの丸い方にはこれですね、フェイスミル。今ミーリングチャックついてるんで、ミーリングチャックを使っているときはフェイスミルを入れて、フェイスミルを使っているときはミーリングチャックが入るように設計しています。はい。でこっちはこれですね。フライスで一番使うパラレルブロック、これを入れるようになってます。いや、これは使いやすいぞ。いや、めっちゃ気持ちいい。この整頓具合やば、重たい重たい。めっちゃいいな。素晴らしい。よし、入った。うわ、完璧。いや、めっちゃいい。使いやすい。これはもうポコポコパッパッパって取って、うわ、いや、こういうねコレットとかってバラバラになりやすいんですよね。かといって引き出しにしまうと使いにくいし、専用スタンドがねあった方が絶対いいですよ、これは。ではちょっと使ってみましょうか。でいろんな向きで使えるよとは言ったものの、こんなところで EKL を固定してしまうともうワークがストロークオーバーになってしまうんで、一穴ずらしてあげた方がいいかもしれないですね。ものによっては、ここでも一応4箇所のボルトを固定できるようになってはいるので、全然問題ないかなと。ただワークを固定する向きですね。こんな風に固定してしまうと、こっち側ストロークオーバーになってくるんで、ワークをひっくり返してこっち向きで穴開けとか弁索するとか、そういった工夫は必要になるかなと思います。なので基本的にこっち向きとか、逆向き、こっち向きで使うのが一番使いやすそうな気はしています。ただ物によっては本当にこうやってやらないといけないとか、逆にもっと飛び出させないといけないみたいなシチュエーションも物によっては当然出てくるので、そこら辺は臨機応変に作業者が工夫して使う必要のあるジグですね。で固定方法はこういう T スロットナットとボルトを組み合わせたやつで固定すると。またこれもね長穴になってるんで結構使いやすいかなと。こういう時でも
本当だったら真上から入れないとダメなんですけど、長穴なのでこんな感じで、はい。で、あとはナットで固定すれば4箇所しっかり固定できてます。はい、こんな感じで段取りができました。ちょっとなんかプロっぽいですね。実際、会社員時代はこんなことをやってました。で、今この状態で、ここの黒革を面削してあげると、ここは今うねってるんですけど、平面が出せると。で、この次、平面をこのイケールに貼って、今貼ってる面を面削してあげれば、両方に平面ができて、直角もそこそこ出せると。で、普通に穴開けたりしてもいいですし、そういった感じで使うジグですね。製管物によく使うものかな。結構板厚がね薄いんであんまり合成がないんだよね。コンマ5ぐらい入れるか。熱い熱い熱い。最後コンマに入れて仕上げてみたんですけど、やっぱりビビりは残っちゃいますね。これはイケールのせいでは決してなくて、ワーク合成が低いからです。ワークが板厚これ5ミリぐらいしかなくて、このフェイス向けてやるにはちょっと大げさすぎる。だからエンドミルとかでサラサラやらないとちょっと厳しいかなと。やろうと思ったらジャッキを当ててこのはみ出てる側にちょっと支えてあげるともっと良くなると思います。あとこのイケール今ねわざとテストのために背の高い方を使ってますけど、実際このサイズであれば背の低い方で十分削れるんで、そういった意味でもわざと不利な加工をしていたと。で加工中ビビってましたけど、ビビってる時にイケール手で触ってみました。でも振動とか全然伝わってなかったんで、イケールの合成は十分にあると思います。というわけでこのツールワゴンにぴったりなコレットスタンドとこのフライス板にぴったりなイケールを白道さんに製作していただきました。いやもう大満足ですね。完全に仕上がってめちゃくちゃ使いやすくなったと思います。白道ネットサービスに関しては若干 UI が分かりにくかったりとか、ネジの裂い目がないとか、曲げができないとか、かゆいところに手が届いてないというのは正直ありましたけど、それでも普段の材料と一緒に注文できたりとか、CAD がなくても設計して注文できたりとか、納期がめちゃくちゃ早いとか、非常にメリットを感じました。こういった 5S 活動とかジグ作りに役立てていただけたらと思います。で工場の方も完全オートメーションのバリバリの今時の工場とかではないんですけど、あくまで材料屋さんでサポートとして加工もやってるよっていうスタンスなんで、一つ一つを丁寧に作られてたんで、個人的にはかなり好印象でした。で今回特別なキャンペーンご用意いただいたので、詳しくは概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。